どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのげんです。切り取り線の点と点の間にたびたび旅行に行くさやです。邪魔してるんだね、じゃあだいぶ。いつ切られるかどうかっていうスリルを味わいに。ヒリヒリしに行ってんだ。そう、ヒリヒリした日常を求めて。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。これなんだと思う？何？マシの木？あ、すごい。じゃあこれは？寿司の木？じゃあこれは？あ、待って、これ忘れちゃった名前私も。は？コメント欄でこいつの名前募集中です。募集中です。このシンプルサイジオもいいね。これいいでしょ。これシリーズいいな、これシリーズにしてほしい、こういうの。サヤジオってみちみちもいいんだけど、フォーカスされない奴らがあまりにも報われないからさ。いや、そうなの。サヤジオ界って結構厳しい世界だよね。いや、厳しい世界だよ。今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。ドーンのこいつしか選ばれない。いや、そうだよ。毎回オーディション開催されてんだね。ひどい。ひどいよな。今日はまあそんなこんなでマシの木が選ばれたと。はい、マシの木。まあだいぶマシだろ。こうやって話してもらえたんだから。このメンタルな。ね。ということで、はい今回やっていく企画はこちら。で、ダーン。無料のお絵かきアプリ、結局どれがいいの？イエーイ。はい、無料のお絵かきアプリどれがいいの、とか言いつつ、はい、僕無料のお絵かきアプリ使ったことなくて。あ、そうですね、あなたはね。僕一回も使ったことないんですよ。なんでかというと、そう、プロクリエイトを使ってるから、でプロクリエイトって安いのよ。いや、そうね、他の有料のアプリに比べると、しかも買い切りだし、ね、買い切りだし、ずっと使ってる。お仕事で描いてる絵とか、どの絵に対してもプロクリエイトだけで描いてるんですけど、それが当時買った時が多分だけど1200円ぐらいだったの。おー、安っと思って、もう最高なんですよ。今ずっと仕事今使ってて、そしたらプロクリエイトのパーティーにもお呼ばれしちゃってね。愛語りすぎてたら、場違いなレベルのすごい先生がいっぱいいるプロクリエイトのパーティーにも招待されて、あわあわしてたんですけど、あわあわしてオレンジジュース端っこで飲んでた。まあそんなことは置いといて、今でも金額見たら2000円でしたね。ちょっと上がってるんだけど、まあでも順当なこう機能というか、どんどん機能が追加されてるし、めっちゃ良くなってってるんで、当時買った時は1200円のアプリをずっと使ってて、だから厳密には無料アプリって僕使ったことない。そうね、一回も。でもさやは使ってるんだよね。そう、私はね、皆さんがいつも見てるこれとか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 、これゲームサムネとか、これ全部メディバンペイントっていう無料のアプリですね。さやは挿絵という文化が誕生した多分5、6年前、ジャンプペイントっていうのを使ってたの。あ、使ってた。っていうかジャンプペイントも無料のアプリで、中身はメディバンなんですよ。あ、そう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 。メディバンとジャンプが提携して、ジャンプの漫画のフォントとかが使えたりとか、でそんなこんなで生まれたこんな作品もあるんですけど、それ映画です。それ映画は全部確かに確かにアプリ、メディバンペイントって書いてるね。とジャンプペイントか確かにを使って書いてるので、そうだね。だからさやさんはね、メディバンペイント信者と言っても過言ではないのでしょうか。ていうかあれだよね、漫画家の東村明子先生もそうだね、メディバンペイントですよ、確か。無料の iPad で使ってらっしゃる。確かね、今どうかは知らないけど、何年か前に見たインタビューみたいなやつで東村先生がそうおっしゃってるっていう感じなんですけど、とにかく皆さんから無料のアプリを使ってみてくれっていういただきまして、で今回ちょっと3つ使っていきたいと思います。さやが使ってるメディバンも今回はね入れて3つ。そうですね。今日はね iPad 版でやるんだけど、ちょっと iPad 版は普段使わないから、そうね。じゃあそれではやっていきたいと思います。思いましのき。はい、ということで、まずはさやがめちゃめちゃ使っているメディバンとやらを使っていきたいと思います。じゃあ新規作成、新規作成出ました。僕マジで初めて。この G ペンってあれでしょ、いつも夏目さんちこれでしょ。そうだよ、夏目さんちはね、いつもねこの G ペンのね、だいたい12ポイントぐらいのね太さで書いてるよ。さやの挿絵は G ペンの12ポイントらしいです。12ピクセル。ああ、もう見慣れた。てかじゃあさやさ、今後外で描くときさ、iPad のメディバンで描いたら一緒の絵描けるじゃん。確かにね。はいはい。でも全然いいね。普通に描けるよ。何？
次はお前の家に怖いな。はい、じゃあ行きますか。とりあえず一旦30分ずつぐらい全部試していこうかなと。いろいろアプリを行きましょうか。行きましょう。よーいスタート。とりあえずじゃあ下書きを何で書こう。鉛筆みたいのもあるのかな。あ、そうそう、私その鉛筆がめちゃめちゃ好きなの。好きなんだ。そう、うひょーって感じの薄さでしょ。鉛筆というよりかはなんかさ、水彩ペンみたいな、一応なんかね、ザラザラ鉛筆みたいなのもね、自分のパソコンには入れてるんだけど。はい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 。いっぱいある。筆も鉛筆ザラザラはなんか広告見てくれって書いてある。これ多分広告見てくれマークですね。まあ無料だからそうだよね。使えるやつ使えないやつがあるってことだ。はいはいはい。まあでも全然無料に入ってるやつだけできるよねって話ですかね。じゃあやってみますか。あ、でもなんか確かにさやのいつものさ、そう、ザカザカしたラフってこれな気がする。そうそうそう、ラフはね、いつもこのペンでニャニャーって書いて、でいらない線だけ周りジャジャーって消して、はいはい、でもね、こんなふにゃふにゃ書いてるとね、下手なるでみんな気をつけて自分でもそれ思いながら書いてるからさ、はいはい、この書き方絶対あかんぜよって思いながら。みんな今何使ってんだろうね。逆にちょっとコメント欄で教えてほしい。みんな今さ、なんだ一番主流は何なんだろう。まあでもやっぱクリスタ使ってる人多いと思うんだけど、無料だと何使ってんだろうね。アイビスの人が結構多いイメージある。あ、そう？これ何？投げ縄消しツール？何これ？投げ縄消しツール。うわー、さやさ使ってるから詳しいわけじゃないんだ。違う、 iPad 版だとさ、やっぱさ機能が違うんだ。そうそうそう、結構こう仕様というか、はいはい、パソコン版だったらあなた使ってらっしゃいますねみたいな感じになれると思うんだ。待って、なんかさ、だんだんこのペン好きになってきたでしょ。この鉛筆なんかさ、最初なんか鉛筆ちゃうやろこんなんって今思ってたんだけど。いや、そう、この鉛筆ちゃうやろって思うんだけど、ただなんか書き心地が気持ちいいかも。結構。いや、そうなんです。私はあまりにそのメディバンペイントを使ってるから、漫画とかも書くようにつれてクリスタも併用してるんだけど、なんでクリスタがあるのにずっとメディバン使ってるのってめっちゃ聞かれるのよ、ゲンさんに。そうそうそう。まあでも慣れてるからかなと思ってたんだけど。そう、でもそれはあるんだけど、でも一番の存在はこの鉛筆のへえ、面白い。確かにこのペン最初はあれだけど癖になるかも。このなんかさ、ほにゃり感というかさ、ふにゅり感というかさ、意外となんかデジタルっぽいペンだ、嫌だなって一瞬思ったの。ごめんね、これ個人の感想ねいろんなところに怯えちゃったけどいや僕なんか自分が描く絵に対してデジタルっぽい線が出てくるのがあんまり好きじゃなくて、デジタルっぽい線よりなんかさ、こうアナログっぽさあるさ、ザカザカした線が好きなやっぱりっていう基準で選ぶと毎回そういうとこからね外れちゃうんだけど、これ今ねそう思ったんだよ最初。なんか描いていくとなんかふにゃふにゃっていうなんか柔らかくて可愛い感じになる。驚きの柔らかさ。いや本当にボールドペンと名付けるボールの鉛筆つってんだからなんか普段書いてる水彩画やる前のラフ全部これだけど、ふにゃふにゃしすぎてどれが自分の線か分からなくなるからみんなは整えてからの方がいいなんかさ、ペンのおかげなのか、ペンのおかげだよ。ペンのおかげか怖いはい、なるほど。あと13分で俺は色を塗ると。ね、待って、レイヤーはここ。レイヤーこれだ。レイヤーなしで描いたの？そうだよ。マジ鬼。はい、アクリルブラシ。これ本当にアクリルか？なるほど。これが。はいはいはい。結構好きかも。これも結構リクエストいただいてるから、近々撮ろうと思ってるやつがあって、さやの水彩画講座。さやさんのズボラ水彩画講座を教えてほしい。ズボラ？ズボラでいいんですか？でも逆に一回ちょっとさ、みんなが水彩画ってハードル高いんじゃないですかって思ってるところに、いえいえそんなことはないんですよみたいな。いやそうなんですよ。水に溶かして紙に塗るだけで色がつくんですから。大体みんなそうだよ。すごいことですこれは。いいんですかそんな。その代わり僕がプロクリエイトの使った、大体夏目さんちがいつもどういう風にやってるみたいな。別に講座ではない。正確には夏目さんちいつもこうやって絵描いてることを事細かに口で言うだけの動画。素敵やん。ある意味それをなんか世間的には講座というのかもしれないけど、そんな背負いたくない。そんな人に教えるみたいな体だとちょっとできかねます。ちょっと緊張しちゃうから、あくまで安全圏から物を言うみたいなさあということでメディバンの完成までやっていきたいと思います。はい、もうね鉛筆が楽しいでしょ。とにかく鉛筆が楽しい。とてもでしょ。今回ちょっとね1時間、約1時間書くってことだったんでもうサクサクやってるんだけど、なんかその淡さというか、いやそうなんだよ、ゆるい感じがねすごいぴったりでね。ゲンさんになんかさやっとこれの良さを伝えられたと思ったらなんか落書きの楽しさを芽生えましたね。そうそう、なんかこの柔らかい感じというの、なんかもう嬉しいな。そしてさやさんは、なんかもう手癖と手癖で掛け合わせて手癖を書いてるようなんですねなんか俺もそうだけど落書きってそうなりますからね。
はいはいはい。珍しくさやさんのね。そうそう、なんか線の色とか変えちゃって、もうでもなんか嬉しさが出ちゃってるね、ゲンさんに教えられた。楽しかったね、とにかく。いや、幸先いいですよ、1個目からこの楽しさ。いいぞいいぞ。ということで1アプリ目、はい、メディバンペイント、こちらです。せーの、ドン。めっちゃかっこいい。楽しい落書きっていうタイマーがあるね。30分でタイマーがあるけど結局30分よりもっと書きたくなってしまったので、まあ1時間ですね。まあワンドロ。めっちゃかっこいい。ありがとうございます。でもよかったでしょ、さやのおすすめの鉛筆。マジでいい。最初さやの言ってる鉛筆書くじゃん。で次広告見て、ホワイトサバイバルやってさ、広告見て使ったアクリルがなんかしっくりこなくて結局鉛筆に戻った。いや、そう、鉛筆で塗るのが好きなの。僕も最終的に鉛筆で塗ったの。これ全部鉛筆で塗ってます。透明度が 100% なんだけど、若干薄いんだよ。それがいいの。ちょっと抜きを入れるともうニュラって感じの、ニュラって感じの、なんかいい塩梅が出て、こういうなんかぼやぼやっていう、ちょっと拡大すると結構ざっくりなんだけど、これをこう引きで見た時にいい塩梅の揺らぎがあって、いや、そうなんですよ。鉛筆良かったですね。メディバンの鉛筆なんか急に気に入っちゃった。これさやさんメディバンペイント使ってたからこそのおすすめ感あったでしょ。って感じですね。嬉しい、ゲイさんにも分かってもらえた。そう、だから僕はメディバンコちゃん、とりあえず名前どうにかしてメディバンコちゃん。さやもなんかこう、それじゃもう完全に手癖で書いちゃったね。いや、いいね、いいね。目描いたら満足しちゃった。この後ろのなんかこのなんかモコモコ水彩みたいなやつが下の方にあって、さやさんは今日事前にね広告を見てからやったんで、好きなペン使ったんです。なんで事前に広告見とくの、おかしいね。モコモコ水彩ってやつをすごいブラシサイズ上げたら、こういうなんかね塊が出てきてくれて、なんか可愛かったので。確かに。で、あとはもう全部鉛筆です。さやも鉛筆。なんだ俺たち大丈夫、ほぼ鉛筆だけどね。メディバンペイントを押すというか、メディバンペイントに入ってる鉛筆を押している。いやでも僕はそれに出会えてよかった。そうでしょ。かなりいい。私はもうこれ毎日使ってますんでね。落書きにはすごくいい鉛筆。メディバンめっちゃいい。めっちゃいいっす。1個目メディバンでした。じゃあ次やっていこう。じゃあいきますか、次のアプリ。さあ、ということで2つ目がアイビスペイント。アイビスペイント、アイビスペイントの無料版ですね。これなんかリクエストの中で、無料アプリの中でも夏目さん家にアイビスペイント使ってほしいっていうのが結構いただいてたので、どんなもんなのか。若い子がすごい使ってるイメージあるんだよな。まあそうね。やっぱ無料だからかね。無料アプリといえばみたいな、無料お絵かきアプリといえばアイビスっていうところはもしかしたらあるのかもしれないですね。だいぶ昔にスマホ版をダウンロードして、確かにしたことはあるけど、でもほとんど使ったことないですね。じゃあいきますか。いつかスマホの指書きもちょっと挑戦したいよね。確かに指書きもやってみたいね。とりあえず今ね、広告を見たら4時間どのブラシでも使えますって出たんで、そうなんかね、天才ペンってやつを使ってます今。天才ペンいいな。最後メディバンで好きな鉛筆に似てるのあるよ。マジ？でも私はもう今日は天才ペンに。天才ペンでいく。ブラシの名前かわいいな。なんだ恋ペンって。ね、そう、かわいい。かわいい。なんかわかる、恋ペンっていう意味。でもなんかさ、一個ずつさ、いろんなアプリを渡り歩いてるとさ、覚えた UI も全部リセットされるからさ、そこがね、なかなか厳しい。投げ縄めっちゃ縄なんだけど、見てて。縄だ。めっちゃ縄だ。思ったより縄だった。見て、恋ペンって感じね。かわいい。なんか昭和のさ、ペンパルから来る手紙や。今あえてちょっと、この恋ペンの感じってこういうタッチ似合いそうだなと思って。確かに若干書き始めのところに液だまりみたいなのがそうなんかできてて、マッキーの細いのでにじむ紙に書いた時って感じ。それを恋ペンっていう名前つけるのさ、おしゃれじゃない？おしゃれだね。見て、ゲンさんの絵とは思えない絵がね。絵柄チェンジできたんじゃない？これかわいい。恋ペンにのおかげでさくらももこ先生みたいな。アプリを変えて新しいペンに出会ったことによって、今までの絵柄を完全に一回捨てるみたいな。今までの自分を。そうでもなんか線いっぱい描いてったらだんだんなんかまず寄ってきてる。そうだよ、君はだって線の男だから。線の風に線の風に乗って、ケイさんが歌うと意味合いが変わってくる。線の風になって。
からみんなコメント欄でさ、このアプリのこのペンおすすめですとか教えてほしいよね。あー確かに予習してくればよかったね。逆にね、みんなのさ、このペンたまらないですとか、さっきの私のさ鉛筆萌えみたいな。それで言うともうさ、超おすすめなんだけど、この恋ペン。私も恋ペンでいこうかな。見て、ほらめっちゃ可愛くない？恋ペン。かわいい。この一番最初にたまりが来るのがすごいアナログで落書きしてる時の感じがして、めっちゃ楽しい。僕アイビスってこんないいペンあると思わなかった。いいな、何かに使いたいなこのペン。それぐらい気に入った。この恋ペンの良さはもう恋ペンの良さしか語ってないマジで。さっき恋ペンの話しか恋ペンに恋してる。ちょっと私も恋ペンデビューしちゃった。あ、本当だ。かわいいなこのペン。かわいい。懐かしい気持ちになる。授業ノートに落書きしてた時のあの感じ。あの子に恋をしてたあの時書いてた落書きってこと？あ、そういうこと？そういう恋ペン？そんな文章が長い恋ペン？わかんない。もう俺が勝手につけた。素敵やん。そう。エモ。はい、すいません。ちょっとおじさんがもうなんか青春に思いを馳せちゃってるんですけど。ね、もう恋に恋しちゃってるよ、ね。それほどにこの恋ペンのなんかインクだまりは楽しいです。いや、可愛いしね、とても楽しい。楽しかったね。で、なんかピンクなんか入れちゃって。あ、本当だわ。柄でもなく。ね、普段描かない感じで。はい。まあちょっとね、これはもう後ほど解説するんですけど、もう楽しく楽しく、はい、ペン画で描きました。いや、なんかさ、こんなにいっぱいペンあるんだからさ、2人でさ別のペン使えばいいのにってさ、今になって思うんだけどさ、でもやっぱさ楽しいんですよね。楽しいには勝てんとはい、はい。いや、2個目も構図つけがたい。これも素晴らしい。このペンアイビスいいですね。いいですね。一緒のお空だね。はい、ということで終わりました。終わりました。アイビスちょっと予想外の展開で楽しかったんですけど、ね、ちょっと、はい、アイドルの登場だったね。こちらです、はい、せーの、ドン。恋ペン。なんとさやさんも恋ペン。さやめっちゃいいね。あ、そう恋ペンね。そうなんかザカザカのさベタ塗りは何？全部恋ペンだよ。ただなんかこの投げ縄がさ、めちゃめちゃ楽しくなっちゃって、こんなにこうやってはみ出て塗るじゃん。終わったらさパッってさ、こうやって残ってくれるの。そうこれが楽しすぎて、でなんかこういうちょっとザカザカ塗りな感じにしてみた。いい感じ。かわいい。ありがとうございます。モデルはさやさんです。さやさんのベースの写真なんです。そうそう、さやさんモデルのこんな感じで。ピースピース。いいですね。機嫌が悪そう。なんかまたこの弟くんですね。また書いちゃった手癖で。ゲンさんなんか、また雰囲気がアイビスコの字が可愛すぎるんだけど。めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い。純喫茶みたいな。そう可愛い。可愛いって書いてる。あ、可愛い、本当だ。可愛いって字すら可愛くない？可愛いという字すらなんかお目目になってる。おじさんが書いたハートとは思えなくない？確かにおじさんっぽいハートだ。でもどんどん書いていくうちにこの子が出来上がって、あと何書こうと思って書いてたら、なんかだんだん僕このペンが好きな理由が分かって、僕が大好きなメビウス先生の雰囲気に合ってるようなペンだなと思ったの。それが好きだったのかなと思って、メビウス先生リスペクトの世界観で背景の感じとかね、このなんか何にもないだだっ広いこう空間に突如現れしみたいな。でじゃあこれって何なんだろうと思ったけど、このうさちゃんがこの子をきっと書いたのか作ったのかみたいな分かんないけど、じゃあうさちゃんが書いたからちょっといつもと雰囲気が違う。そうだからゲンさんじゃなくてこの子が書いたからちょっといつもと違うのかもしれない。じゃあもうちょっと敬意を払いな。そうだね。これはアイビスに来てからこそ出会えたペンだね。すごい楽しかったね。じゃあアイビスでした。さあということで3つ目、はい、今回のラストのアプリはこちら Adobe Fresco。 我らが Adobe、 特に動画編集だったりがあったり、サムネ作ったりとか、画像加工デザインとかがある、夏目さんちのやってる業務に Adobe は欠かせんと。Adobe の CM でも出たことあるし。あ、そうですね、懐かしいね。懐かしい。そう YouTuber は Adobe 切っては切り離せない人が多いんじゃないですか。まあそうだね。なんかこうクリエイティブといえば Adobe 製品っていうイメージはあるかも。こちらの Adobe Fresco っていうのがね、あるのを知ってはいたんだけども、使ったことなかったなっていう。私今回初めて知ったかもしれない。そうで、なんか今さやの方今もう多分ねこんなんできますよみたいなサンプルが出てて、サンプルが上がってます。そうなんですよね。いろいろあって面白そうなので試しながら、じゃあ最後書いていきましょう。やっていきましょうか。スタート。これ何、紙の質感があるさやの方に。なんか紙だよさや。紙なんてどうやってやるんだろうね。ほらなんかめちゃめちゃ雰囲気のいいさやさん。本当だ。ただなんかね、Adobe Fresco って相当テーマとしてはなんかアナログっぽさみたいな大事にしてるっぽくて。なんかでもそんな感じだよね。そうてかめちゃめちゃ多い、ブラシが。しかもさ、今までのアプリの中で一番なんか無料なのに
ここの感じわかる？なんかね広告がないそう広告がないのと多分だけど最初から入ってるブラシ全部使えるんじゃないかな。すごいめっちゃ鉛筆紙に書いた鉛筆みたいな。そのさ紙なんで俺の方に紙ねえのそれ。わかんない。なんか最初からあったよこれ。マジ？一旦鉛筆下書きしよう今回は。ライブブラシ。何ライブブラシ？何？いっぱいある。いっぱいある。1時間じゃ足らん。すごない？ほら。それなんてやつ？これ鉛筆。あ、普通に鉛筆？これ鉛筆。あと今までのアプリの中で一番傾けが綺麗に出てるかも。結構プロクリエイトに近いかも。面白いなこうやってアプリ比べるの、初めてやったわ。ね、なんかさやっぱり自分の一番使いやすいところに落ち着くから、なんかさアナログ画材はいっぱいやったのにね、いつもやってたのに、なんかデジタルで比較することってそういえばあんまり考えたことなかったな。なかった。天使でも書こう。ちなみにフレスコちゃんですこれは。フレスコちゃん。ついに出た。ついに子がちゃんと最初から子が入ってる。確かに。フレスコです。よろしく。やば。豊富すぎない？コミックペンとかもあるよ。そんないっぱいジャンルあるんだ。インク、マーカーブラシ。すごい。とんでもねえ量あるぞい。昔のカービィのデデデみたいな。いや天使やめるぞい。なんでやめちゃうぞい。なぜか俺木炭で書いてるんだけどさ。なぜ？新鮮でしょ。新鮮だわ。あんまり書かないね木炭でさ。木炭用意するの大変だしさ。フレスコの真骨頂が多分ねライブペンみたいなやつだった気がする。じわじわいくらしいよ。どうなった？じわった？すごい水彩画みたいになってる。すげえ。見て見てて一回筆を止めてみて。筆を止めてみて。いくよいくよ。うわじわじわしてる。おもろ。動く。これ面白い。すげえ。すごいねそれ。面白い。おもろ。水彩やった時のさ水がちゃんとさそこにあって動いちゃう感じ。そう動いちゃう感じになってんの。これなんで再現しようとした？すご。さっきから面白いのがさ、どのアプリも楽しいのすげえわね。いや本当にいい時代だな。これ全部無料かよ。すごい無料めっちゃよ気に入った。いやめっちゃ好きかも。今までデジタル水彩全く許してこなかっためんどくさ勢だったんだけどさ、許した。嘘？そんな？水彩画とはさすがに違うでしょ感覚は。そう感覚はだいぶ違うけど、ただ好きだなって感じ。いいね。でもアナログじゃできない塗り方もできる。水彩はさもうこの状況になっちゃうとここ乗ってくんないけど。そりゃそうだよね。そうすごくないこれ。効いてる。すげえ。俺も早くそのすげえに行きたいんだけど。いや今さ感覚的に水の量多いなって思ったの。水の量調節できます。やっぱあるんだ。すごい楽しいねそれは。だってほら見て、ここにさ青あるじゃん、このピンク絶対乗らんやん。確かにね。アナログだったら100無理なやつが乗るんだ。乗るだよ。しかもアナログのいいとことデジタルのいいとこどっちも取ってるね。じゃあそうすごいねそれは。いや本当にすごい。いやすごいぞフレスコマジで。存在しない水があるんだよ。素晴らしいよな。とりあえず僕はこの鉛筆が気に入りすぎて、さやが横で水彩楽しんでる傍ら、永遠に鉛筆で遊んでるっていう。この鉛筆を横にしたこの感じ、いやすごいね。これもう鉛筆耐久かなみたいな時のなんか思い返されるその絵の感じ、懐かしさすらあるよ。でそしてここにちょっと最後にね、普通だったらあんまり乗らないけど水彩をいい感じに。いやそうだよ、ここに水やったらねもう結構大変なことになるよ。もうお水の方がもうあちらこちらに飛び散りまくってっていう感じだけど、そうもならず素晴らしい。いやいいジョワーってなるね。最高ですねこれ。今日これなんか画面上で動くのすごいんだよな。そうでもやっぱり水彩画をやってたから水の量っていう概念をすぐに理解できたなっていうのは思った。確かにそうか。さや的にはそこがしっくりはくるんだ。そうそう実際の水彩やっててもしっくりくるんだ。そうそう確かに水こんだけ水が多かったらボワーっていっちゃうし、水が少なかったらもうそのまま絵の具の色がボンって乗るから、なんかいいな。アナログもデジタルもつながってるんだなって。なんだそのなんかよくわからん総括はって思ったんだ。どちらの経験も無駄にならないんだって。いやもう素晴らしいよフレスコ。フレスコちょっとこれはこれマジですごいわ。発見いや発明すごいなんかわーはいということで1時間終わりました。神です。やばかった。フレスコやばい楽しすぎる。こちらです。せーのドン。いやすごい
楽しすぎる。いやなんかね、水彩の再現の感じがすごいやばかったね。てかこれちょっと画面収録してるんで、ちょっともう一回そのさやのやつとか僕のやつのライブブラシそうライブブラシっていうやつが動いてるのを見てほしいね。そうこれ今こうなってるんだよ。こんな感じなんですけど、やばくない？これなんかさアナログで描いたみたいじゃない？めっ重なってる感じめっちゃ気に入った。1時間で描いた絵の割にめっちゃかっこいいよ。めちゃめちゃ気に入った。今回これすっごい楽しかったね。すごいね。アドビフレスコこれスマホもあるし、iPad もあるし。なんで無料なん？これなんで無料なんとりあえず今回、フレスコがその結構アナログっぽくなるっていうからちょっと肖像画みたいな雰囲気の美しい女性を描きたかったの。ああ、いいねいいねいいね。フレスコなんだ。そうでも今度がフレスコだね。フレスコってその子だったんだ。そうでかなりこう強い光をバキョーンってこう降り注いでる中にいる、闇の中にいる光が当たって現れてきた。可愛い。めっちゃ初めて会うシーンこのこと。素敵。なんかいつもと違うような柔らかい子を描きたいなと思って描いてみたんだけど、でもこのペンで柔らかさが出てますね。そう出たね。かなり水彩もすごいんだけど、とにかくこの初期搭載の鉛筆がめっちゃいいね。わかる。私も途中木炭とか言ってたけど、鉛筆で描いた結局ね。そういうのもなんかさ1時間でシュワーってやったのになんだろうねこの面白い感じ。いやなんかさ、実際のアナログの水彩とはだいぶ感覚が、違うっちゃ違うんだけど、ただ一回塗った濃い色の上に薄い色ってアナログで絶対乗らないじゃん。だからこの例えば僕もさっきやってたけど、ここの濃い色のとこに一回白乗せたらちょっと白くなってくって意味わかんない現象が起きる。意味わかんないです。その現象にちょっと感動しつつ、確かにこれデジタルならではだね。そうなんだよね。水彩のようで水彩じゃないみたいな。そうだけどそれが嫌な方向にいかない感じというか、水彩画って紙の白を残して塗ったりとかするじゃない。確かにそうだからああいうのとかもちょっとずつできるようになるのかななんて思ったりもした。確かに。でも僕これあれだよ、白塗ってないよ。ここ何も塗らないで残してこの端だけじわじわさせてるから、ちょっと水彩っぽい塗り方なのかも。ここはこれはアイスだ。うさがないアイス食べてる。いいねこれ。かわいい。ソーダ味とウニ味のアイス。可愛くない。これ無料のアプリの中だとやばいですねこれ。いや全部楽しかったんだけど、全部最高に楽しかった。ちょっとなんかね新体験だった。そうだね。メディバンは私はなんかこう実家に帰った安心感っていう感じだったんだよね。僕はいわゆるなんかデジタルペイントみたいな、デジタルの厚塗りの下塗りみたいな、ちょっと1時間だからそこまでしかいけなかったんだけど、こっからもうちょっと塗り込んでったらさらにいい風になりそうだなこのペンと思った。で個人的にアイビスの濃いペン、濃いペンはマジでアナログの端っこに書いてるこの楽しさを、ノートプリントの端っこに書いてる楽しさがめっちゃあった。これ最高。これ液だまりってやっぱいいよね。そうだね、液だまりがデジタルで表現されても最高だね。でもなんかフレスコ行ってよりアナログ感強いやつとかを求めてるって考えるとさ、やっぱりアナログのお絵描きって楽しいんだなっていうのを我々は求めてるんだろうか。確かにこれはうちの判断基準なんで、あくまでもおそらく僕たちってデジタル上でどれだけアナログの楽しさが出るかに焦点を置いてるかも。そうだね。かもしれない。さっきの濃いペンも液だまりの感じがいいとかね言ってたから、僕もずっとデジタルでは書いてるけど、アナログの良さがデジタルで気軽に出たら楽しいのになが叶えられるアプリを求めてる気がしてて、それで言うとフレスコは今のところ頂点ね、ベストだった。今後もプロクリエイト中心で僕は使っていくと思うんだけど、こういう風に落書きとか楽しんでいくときにフレスコ全然使ってっても面白いなって。発見でした。発見です。皆さんありがとうございます。新しいこれで研究論文を出しましょう。いやそんな夏目さんちはアナログっぽいデジタルが好き、これで書きましょう。そっちでね。この研究論文は1行で終わる。とりあえず今、僕たちの中の3つしかまだね試してないですけど、無料お絵描きアプリ暫定1位はフレスコでした。はい、皆さんもぜひ試してみてください。でもみんな多分それぞれ合う合わないがあると思うので、ぜひね。でもこれ3つ全部楽しかったんで、楽しかった。もし迷ってる方全部試してみてください。でそしてちょっとお金払ってもいいよって方はプロクリエイトが僕は採用しなので、プロクリエイトぜひ。いや、さやさんもお金払っていいよって方は紙を採用しなのでよろしくお願いします。確かに継続的に金かかる。次回はさやさんの水彩お絵描き講座でお会いしましょう。嘘、いや講座とかで言うとビビっちゃうからやめてさ。水彩お絵描き楽しくやろう。さやさん観察日記とかにしても。確かにそのぐらいで生態を観察しただけっていう動画にしよう。